どうも、編集おやじです。どうも、えりこです。なんと今回はエディステから重要なお知らせでございます。なんとですね、エディステのエクステンションがまとめて大型アップデートしちゃいます。はい、ということでですね、9月1日にアップデート予定なんですけれども、その中身をドドドンとご紹介しちゃいたいと思います。はい、これは楽しみでございますな。エディステのエクステンションいくつか出ておりますが、今回アップデートするのはこちらです。プレミアのエクステンションとしてスタイルパネル、フォントパネル、プリセットパネル、そしてフォトショップの方でスタイルチェンジャーとフォントチェンジャーとなっています。とても役に立っております。もう私たちもこのパネルがないとダメな体になってしまいました。確かにそうですね。それが今回いろいろとアップデートするということで、もっともっと便利になっちゃうということですね。ドドンとご紹介したいと思います。動画編集を学ぶならエディステ。デザイン素材サイトも要チェック。ではまずプリセットパネルの方からご紹介したいと思います。プリセットパネルはですね、主にテキストのモーションの部分でそのプリセットが一覧でプレビューできたりとか、ジャンルごとに仕分けされているもので選びやすくなったりとか、そういったことができるパネルになっております。なんとこれがもう V3 としてね、見た目も一新されて生まれ変わってしまいましたが、今回一番大きなアップデート内容としましては、フィルムインパクト完全対応でございます。プレミアのバージョン26から対応というところで、さらにですね、プレミアの26からですね、レガシーって今後なくなってしまうようなエフェクトがですね、出てきておりますので、そのあたりを使わずに今までのプリセットも一新して再現しております。もちろんね、見ていただければわかるんですが、一部そのレガシーのエフェクトを使っているものに関してはこういうレガシーラベルがね、ついてわかりやすくなっておりますし、さらに今回エディコさんたっての希望で、TR ラベル、これ何かと言いますと、トランジションでございます。ビデオトランジションのエフェクトもプリセットに追加しまして、トランジションのエフェクトもプリセットとして使えるような形になったので、もっともっと幅広くですね、いろんなモーションがつけれるようになっています。こんな感じで、トランジションをピッとやると、こういう感じでトランジションをそのまま適用できると。さらに今まで通りね、例えばこんな感じのテロップ何がいいかなってなった時に、例えばじゃあポップタイトルから何がいいかなって選んで、こういうのをダブルクリックして、これをポンと適用するだけで、シャキーン。こんな感じでですね、テロップのモーションが簡単につけられるっていうところですね。あとはですね、今回から縦動画に対応もしております。あとね、見ていただければわかるんですけど、同じエフェクトでも、遅め、標準、早めみたいな、そういう速度の違いっていうのも、一つのサムネイルの中で選択できるようになったので、この辺も使いやすくなっております。そしてですね、今までのパネルからエフェクトの数というのも大幅に追加されまして、なんとその数368種類914パターンに増えました。詳しい使い方とかはダウンロードするときとかにいろいろと説明もありますので、そちらをご覧ください。エディステ。そしてスタイルパネルですね。こちらはプレミアで作成したテキストに簡単にスタイルがつけられるというものになっておりまして、今回からですね、見てわかるようにカラバリがまとまるようになりました。そうなんですよね。これめちゃくちゃ便利ですよ。カラバリがたくさんあると、ここ一面同じスタイルの色違いが並ぶんですけど、この方式になることで、この小さい画面の中でいろんな他のスタイルも見れるわけじゃないですか。そうですね。だから探しやすくなりましたよね。本当にそう。すごく便利です、これ。
これいいですよね。いいですいいです。まあ、こんな感じで使いやすくなった上に、さらにですよ、ででん、今使われてる方からしたらわかると思うんですが、今までなかった2つが追加されてるんですよ。新たにですね、ゴージャスと煽り系というジャンルを追加しまして、使用もさらに便利になってパワーアップしたスタイルパネルになりました。はい。そして続いてフォントパネル。フォントパネルはね、やっぱこうやってここからフォント探せって結構めんどくさいじゃないですか。わかりにくいし、なのでこちらでね、まあ例えばこれいいなと思ったらもうこうダブルクリックして、ここにペーってペーストしたらもう一発みたいなね。そうですね。こんな便利なフォントのパネルになっておりますが、でジャンルごとに仕分けもされてるので、やっぱりこういうシーンに合うやつをパパッと見つけたいなっていう時にとても便利です。はい、これも結構重宝しますな。で今回のアップデートでは Adobe フォントとかフリーフォントの追加フォントを含めましてパワーアップしております。あとね、今までのやつ使っていた方ならわかるんですけど、見た目も変わりました。そうだね。はい、ガラッと変わりまして、で、一応、これ Adobe フォント、フリーフォント、フォントワークス、森沢っていう種類の中から選べるんですが、ただ、フォントワークスや森沢っていうのは、有料で契約してる人しか使えないので、なので、そういう場合はね、こちらからフォントワークス、森沢こうやって外しておくと、そもそも表示もされないので、使わない人からしたら、いらないものは、と非表示の、みたいなね。まあそんな感じでちょっと使い勝手も向上してますよという感じでございます。エビステ。そしてフォトショップの方でスタイルチェンジャーですね。こちらはフォトショップのテキストがダブルクリックするだけでスタイルが簡単に変えられるというものですね。これもめちゃくちゃ便利なんですが、これがいい感じにアップデートしましたね。なんと分割機能がつきました。例えばこの動画編集だけ変えたいという時にこう分割を押します。そして適用したいものをダブルクリックするとこういう画面が出るので、ここで例えばこの動画編集だけを選んで分割して適用ってやると、こんな感じで、その部分だけ変更できます。まあ、もちろんレイヤーは分かれてしまうんですけど、ただレイヤーは分かれてもちゃんとこのグループの中に入るようになってます。なのでそういう意味では使い勝手はそんなに悪くないかなと思います。すごく便利ですよね、やっぱり。そうですよね。フォトショップの場合は1テキストに対して1つの効果しかつけれないので、まあ分割したいなっていうタイミング結構あるんですけど、それがスタイルの適用と同時に分割もできちゃうっていうところがとっても便利ですね。まあこんな感じで使っていただければと思います。そしてフォントチェンジャーの方ですね。フォントチェンジャーもさっきのフォントパネルと同じで Adobe フォント、フリーフォントの部分でフォントが追加されました。フォントチェンジャーはね、ダブルクリックするだけでフォントが変更できるというものなんですが、まあこの収録フォントがちょっと増えたという感じですね。そうですね。フォトショーユーザーからしたらこれめちゃくちゃ便利ですよ。という感じでアップデート内容をご紹介しました。どうですか？もう全体的にねパワーアップしているので、もう今まで以上に便利に使っていただけると思います。そうですね。さらにですね、今まで購入して入れてくださっている方はですね、無料でアップデートができますので、今買っても損にはならないというところがですね、うちのパネルの魅力でもありますので、そうですね。まあ、9月1日にアップデートはしますが、9月1日以前に購入されても今回のアップデートは無料で受けられます。さらにですね、エディステのパネルライセンス機能が全てのパネルに実装されたんですが、代わりにマイページというものを全ユーザーが持つことができますので、その中でライセンスを自分で削除するとか、今までみたいにねサポートに連絡する必要もなくなりました。このマイページでですね、パソコンを買い替えたりとかした時に今まで使っていたパネルを移行させたいみたいな時とかに自分で管理ができるようになった
というところですね。はい、そうでございます。はい。他にもね、細かくいろいろと変更された部分とかはあるんですが、すべては9月1日に発表したいと思います。はい。